どうも、ランサムと申します。最初に注意点です。今回はアメイジングデジタルサーカスの考察をさせていただきます。テーマはこちら。Oh, looks like one of these guys made it through. Wait, what? Wait, what? Well, I'm gonna go drink water. ケインがガンミグを消してしまい、ポムニが笑っていたこのシーン。なぜここでポムニは笑っていたのでしょうか。結論から申し上げると、ポムニは笑っていたのではなく、実は泣き叫んでいたのではないか。ではなぜ笑いになってしまったかというと、この世界そのものにあるルールが存在しており、その影響で泣くという感情表現が強制的に笑いへと変更されたのではないかということです。順を追って見ていきましょう。この世界はアメイジングデジタルサーカスというサーカスが舞台となっています。このことはポムニ自身もガンミグを連れて行く際にサーカスに来ないかという発言があるので、あくまでもサーカス中心に物語は動いていると考えられます。そしてサーカスであるならばピエロもしくはクラウンがつきものでございます。少し話とそれるのですが、大事なことなので改めてピエロとクラウンの違いについて説明させていただきます。日本語だとこの2つの区別が分かりづらいんですが、実はこの2つ大きな違いがございます。それはピエロは笑われるものであり、クラウンは笑わせるものであるということです。ピエロはピエロにとって普通の行動をすることで人々から笑われてバカにされるため、本当は笑われて辛いという象徴として悲しみを表す涙のメイクが必ずあります。対してクラウンはわざと面白い行動をすることで人々に笑ってもらうことが目的なので、笑いとは程遠い涙のメイクや泣くという行動は基本的に表現されません。ここでポムニとカフモを見てみましょう。カフモの写真を見る限り涙のメイクがあり、先ほどは挙げませんでしたが、襟が典型的なピエロの服装となっているため、カフモはピエロと言えるでしょう。対してポムニにはそのシワシワの襟がなく、涙のメイクもないため、ポムニはクラウンであると言えるでしょう。ツイッターの方ではポムニをピエロと書いてしまい誠に申し訳ございません。こちらは動画の際に調べたことでございます。ではガンミグが消されたシーンに戻りましょう。せっかく初めてできた友達が目の前で削除されてしまうことは、本来であればショックで泣いてしまったり、泣くまでいかなくても悲しみで涙を流すシーンかと思われますが、ポムにはそのどちらでもなく、ただ狂ったように笑っていました。しかしこの笑い声、どこか妙なのです。最初の部分がまるで泣き始めのようにも聞こえるんです。この世界で泣くことや涙を流すことができないのかとも思ったんですが、その後の葬式のシーンではラガタが泣き、もっと言うならばガングルは悲劇の面によって涙を常に流しています。Oh man, I always think I'm prepared for these things, but then you set up the picture and, well, I'm already breaking. つまりこの世界自体は泣くという感情を表すことは許可されています。それでもポムニは笑っていました。これはどういうことか。自分はこう考えました。この世界のキャラクターには役割が存在していて、その役割に準じた行動を強いられているのではないか。もしここでポムニが泣いてしまうとどうなるのか。泣いてしまえば
クラウンではなくピエロになってしまうため、キャラクターとしては矛盾が生じてしまいます。この矛盾が生じないように世界の制約と自分は呼んでいるんですが、その制約により泣き叫ぶ声、涙は全て笑いに変わってしまうのではないかと考えました。つまりポムにはこの世界では泣くことができない、感情一つ潰されているのではないかとも考えられます。そう考えるとエピソード1の C&A 車を走っていた時の発狂と思われた笑いや最後のシーンの引き笑いもじわじわ泣いていたのではないかと考えられるんじゃないでしょうか。状況的にも涙を流すシーンかと思われます。もっとも発狂笑いはそのままの状態だったのかもしれませんが、ちなみにこの説の裏付けとしてもう一つ、ポムニがライブ RPG を例に出したとき、ケインは大慌てで皆をサーカスから追い出しました。Well, sounds fun. What do you think, Pomni? So, our entire existence here is just LARPing. Well, Why are you all just standing there? The Candy Kingdom needs you now. ライブ RPG とは参加者が実際にキャラクターになりきり冒険をするいわゆる一つのゲームであり、参加者のキャラクターにはそれぞれ役割があります。またゲームなので制約、ルールももちろんあります。そしてキャラクターの役割や制約は参加者には隠されている場合が多々あります。もし本当に役割と制約の概念があるんだとしたら、あれ以上話をしていたらキャラクターたちが持つ役割と世界の制約がバレてしまうと考え、慌ててケインは話題を変えた、送り込んだのではないでしょうか。さて今回の考察を使うと、カフムのバグに関して2つの考えが新たにできました。一つはカフムはピエロとしての役割に耐えきれなくなって限界が来てしまいバグったのではないかということです。ピエロは行動が笑われて泣くという行動で笑いを取る役割。そのためポムニの逆、楽しい気分であったとしても泣く、そんな感情の矛盾に耐えきれなくなって限界が来てバグってしまったのではないか。そしてもう一つのバグの可能性、それはこの絵とエピソード1のお話になります。カフムはおそらく毎回この顔で笑われていたんじゃないでしょうか。このガングルの顔、普通にもう仕方ないなみたいな笑いであればいいのですが、どうにも自分は無理に笑っている顔に見えるのです。葬式のために描いたとするならば、本来見えない眉を8の字にして笑う絵を描く必要はありません。むしろ眉を描かず隣のカフモと同じ笑い顔にするのが普通と考えられます。そこから考えるに、カフモはおそらく毎回この顔で笑われていたのではないでしょうか。ではこの絵一体何なのかというと、これはもともとカフモに渡す予定で前々から描いていたものだったのではないでしょうか。元気がないカフモのために自分はいつもこの眉を8の字にした形で心から笑っているんだよということを伝えるために。そうするとなぜそんなことが必要なのか、もっとはっきり単純に言いましょう。いつもうまくいかなかったよね。ジョークに愛想笑いしてるって怒られた時とか本当に面白かったのよ。体調が悪かっただけで。カフモはどうだった？ジョークを笑わなかったこと、もう怒ってないといいけど。エピソード1、ガングルとラガタのこの発言から考えるに、普段のカフモはくっそつまらなかったんでしょうね。ジョークで笑わせることができない、悲劇だと思っていたら実は喜劇だった。そんな状態のピエロは成り立たない。もっとまずいものになってしまう。外部の何かが働き、感情の爆発でジョーカーにならないようにバグらせたのではないかと考えています。それにクラウンやサーカスは笑ってもらうためにパロディやオマージュを使うこともあるのです。これが人生。